よー元気そう元気よかったね。大ちゃんは相変わらず元気です。次長いな。ゆきです。元気です。短いなやっぱり。はい。やっぱりボキャブラリーがないせいがよくわかるな。うるさい。あなたが長くするから私の時間は少ししかなくなるんでしょう。いいじゃないか。さあ今日はね、はい、私のふるさとですよ。広島でございましてね、瀬戸内海の船釣りお送りするわけなんですけどもね。久々ですよね。さあそしてね、船釣りでたった2人で釣るんじゃで、ちょっとやっぱり心もとないでございましょうが。それに寂しいしね。そうもう船釣りといったらね、この方ですよ。この方ご紹介しましょう。はい、長いです。なんかその微妙な間が、ちょっとその間がその間がいいの。あ、そうか。目立ちたいがり屋だから。そうね。はい、そういうわけでございますですね。いつものこのメンバーでお送りしてまいりますが、今日はですね、永井さん、大きなアジを釣ろうと思うんですよ。そう、春はアジですよやっぱり。そうですよね。冷たい水温からね、身が締まって美味しいですから。そうですよね。はい。それからね、このアジさんがですね、結構ね気まぐれさんが多いんでございましてですね、パッパッパッと食ったらですね、プンプンとこう知らん顔するらしいんですよね。だから知らん顔した時はですね、今度はね、ちょっと大衆魚を変えましてですね、ソイね、ソイですか。ソイ。でもソイは湿気がいいでしょ。そう、火が結構ね、とこういいらしいんですよ。でもなんか船長さんに聞いたら型もいいらしいから。そうですよね。そうなんですか。じゃあどっちも楽しみですね。そうですよね。今日はですね、幻の魚かどうかはわかりませんが、でっかいアジ、でっかいソイ、これを釣ってみたいと思います。30分間ごゆっくりとお付き合いください。さあ参りましょう。大ちゃんの釣りに行こう。この番組は暮らし心地を考える料理の提供でお送りします。さてまずはですね、大味を狙おうということになりまして、広島の廿日市市の港を出港いたしました。目指したポイントは山口県は周防大島沖のね、県境を越えたこちらは愛媛県は二上島です。はい、今回私たちを連れて行ってくれた石田船長はですね、釣りに行こうフィッシングクラブの会員さんなんですね。とにかく船釣り上手、石田さんの船に乗ればズボンなしということですよ。そうだね。おっと早速ねヒットしてますね。これちょっと小さそうですけどもね、魚探に移ったね水深40メーター前後の魚影めがけて仕掛けを投入しましてね、とりあえず小アジを釣るわけでございますが、でもねなんて言ったってちょっと小さいかな。けどね、広島湾から山口県大島にとっての海域では100カ所以上もの釣れるポイントを知っているという石田船長がいれば100人力よ大ちゃん。そうね、果たして狙いの大アジは釣れるんでしょうかね。春になりますとね、型もいいアジが続々と釣れるということでね、期待も膨らむわけでございますよ。ぜひとも40センチオーバーの大アジ釣りたいね大ちゃん。だんだらんだんだん。あ、来ました来ました。来たの？ちょっと小さい。小さいです。来た来た来た。スレです。またスレ。巻きすぎのスレです。またスレだって。スレですか？スレ。大ちゃん得意の釣りだね。そうですね。なんか頭にかかってる。アジじゃん。こんなあっていいんでしょうか。来た来た来た。あ、逃げた逃げた。あ、おったおった。あ、ごめん。またスレや。また頭でスレちゃった。またスレでかかった。見て。スレでかかるってことはすごくいるってことだな、これ。スレで釣る人はうまいのかな。ほら、アジいるじゃん。釣れてんじゃん。もうね、スレじゃないこと祈ってるよ。釣れた釣れた。それだ。すごいじゃん。私も来ましたよ。私も来ましたよ。おお、これあれ？いるいる。ほらいた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 。いやーでー、いや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 でかいな。おお、これ結構いい形じゃないですか。いやいやいや。おお、なんだなんだなんだ。持ってくぜ持ってくぜ。持ってく？ほら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 。持ってくぜ持ってくぜ。取ってよ取ってよ、こっちもよ。いやいや。上がったよ上がったよ。いやいやいや。釣れたの大ちゃん。アジアジアジ。アジ大きい？
いよ結構。負けないよ。負けない？いや負けるんだけど息が切れます。日頃の運動不足がたたってます。これはどうなったんだろきついよ。俺おお、何これ？何？いっちゃったよ俺のは。いっちゃった？外れちゃった？外れちゃった。あらあら、ほら、外れちゃったよ。外れちゃった。重いな。外れちゃったよ。重いよ。重い。いいな。いいな。お、来た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 。頑張れ、ゆきちゃん頑張れ。何？ほら、すごいアジ。大きいな。でかいな。やったな。何それ。ちょっと待って。ああ、じゃあそのアジだ。でかい。ゆきちゃんすごいじゃん。何？う。それブリブリ？すごいじゃん。うわー、いいよー、でかいね。重かったもん。これそれが来たのか俺にも。外れちゃったよ。なんかと思っちゃった。すごいじゃんゆきちゃんそれ。島アジじゃん島アジ。これ絶対持って帰る。大ちゃんのアジ見てたらからこれがすごくいや何百倍にも大きく見えますね。なんだよその言い方。それはさ俺も釣りたいよ。お前さっきの言い方ないじゃないか。さっきもうわ大ちゃんだけ釣れていいなって言ったのになんだよおいこれはよ。すごいねでもね。でっかいなあ。すごいなあ。でもバカな味だよ。何吐き捨てるバカなアジだよってそんな。おーすごい味だなあ。本当にすごいよ。おー瀬戸内海にもこんなやついるわけ。だから今目が点になってる。久しぶりに見たな大きいアジ。これすごいですね。もう久しぶりでこんな大きなアジ見ましたよ。もしかして私のアジ最高記録かもしれません。すごいですね。どう大ちゃんいいでしょう。そうだね大きいね。さて今回の仕掛けなんですけれども、普通はサビキ仕掛けでもいいそうなんですけれども、メバル仕掛けで餌釣りする方が食いがいいらしいんですね。仕掛けは3本針でヒロキューから直送してもらった生きのいいシラウオを餌に使いました。それにしても釣りごたえ満点ですよ。永井さん、さっきのアジすごかったですね。なってたよね。もうびっくりしちゃった。竿がね、すごくグワンといくから、一体何が釣れたんだろうと思ったんですよ。僕にも来たのよその時に。一緒にねダブルヒットだったんだけど、上がってきてあんな味だったからびっくりしちゃいました。外れちゃったんだけどね。そう永井さん残念だったですね。外れちゃって。でもね永井さんこれ私が使ってるムーチングロードなんですけど。しなりすごいですよね。いいでしょ。いいですよ。びっくりしちゃいました。もう同調子ね。だから今日みたいなさ、アジ狙いでしょ。口が柔らかいじゃない。口切れしちゃうよく。でこのムーチングロッドだとそれをね引きをね溜めてくれるし、柔らかくソフトに溜めてくれるのよね。なるほどね。そのなんか無理をさせずにこう魚をこうねうまい具合にこう上げてくることができるってことですね。それでさ杭がね、要するに食って柔らかいと竿が柔らかいと食い込みがいいじゃないですか。わかります。グンという竿に伝わってくるそのグンという入り込み方ですね。それが食わせ上手。ゆきちゃんみたいなもんよ。私みたいな。違うです。それでさ、ここにねメーターが数字が出るじゃない。そうそう今ね何メートルのとこですっていうやつがね。この食ったところのやつを覚えておくと、またさこのクラッチ、ここでこう誘ってちょっと上げて落とすよね。ちょっと上げて落とす。だけどさっきと棚がちょっと違うとするじゃん。そうすればこれでまた落としてさ、棚を合わせて、棚取りが楽でしょこれで。そうですよね。本当そうだ。片手でできるじゃない。じゃあもう最高の組み合わせのやつを使ってるんで、あとはベストタック、あとは釣るタック。そうそう、あとは魚
分かってんのか本当にな。簡単そうに言ってるけどな、なかなか釣れないんだよな。さて、もっとですね大きなアジを釣ろうということになりまして、我々はですね水深120メートルのポイントに移動するわけなんですが、周囲はですねアジ釣りの船が結構いたんですけどもね、これでもいつもよりはちょっと少なめなんですよね。さて、深い棚はですね手巻きだと大変でしょ。だから活躍してくれるのがこちらでございますね。アドベンチャー電動 XS600 なんですけどもね、とにかくですね強力なパワーを持ちながらですね軽量コンパクトボディなんでありますね。ロッドと一緒に持ってもね片手で操作が可能というわけなんですよ。なるほど。ということは女の子にとっては嬉しい電動リールですよね。うちのスタッフには女性はいないけどね。何言ってんのよ。それはいいけど、大ちゃんなんだかさ雲行きが怪しくなってきたよ。あれ、本当だ。ひょっとして雨かしら。さてですね、このまま釣ってもいいんですが、向こうから雨が近づいてます。でも風も結構ね吹いてるんでね、天気悪くなっちゃった。これ以上ちょっと無理はできないということで、今度は風裏に行ってね、ソイを釣りましょう。ソイ。そうですね。何やってんですか。永井さん、次はアジじゃなくてアジはねもう諦めてください。今度はソイです。ソイですね。さて、世界遺産にも選ばれました宮島の厳島神社なんですけどもね、その近くなんですが、広島市の目の前の海にはですね黒ソイの入れ食いのポイントがあるわけです。さあ、石田船長ポイントに到着して仕掛けを投入するなりいきなりのヒットですね。さすがソイが居ついている場所、百発百中ね。そうだな、釣れるポイントを知っているか知らないか、それが勝負の要なんですよね。でかいソイダブル。ほらいいね。すごいじゃん、でかい。でっかいでっかい。こんなん釣れるんだ。ソイ。ソイやりました、ソイ。いやー、でもすごいですね。いるとこにはいるんですね。さあ、私もね釣らせてもらいましょうかね。いいね、大ちゃん。乗りました。乗りました。ソイです。ソイですか。ソイ。引いてますね。ソイですね。やりました。いいじゃないですか。重いです。すごい好きです。すごいです。いくね。重い。大ちゃん。ソイでした。大ちゃん、大ちゃん。ちょっとなんか調子いい。ソイ。あら、そいつはすげえ。やりました。アカンベソイ。いやー、今年はですね結構ソイがよく釣れてるらしくってね、山口県の沖合ではですねサイズも50センチ級がね釣れたとかね、瀬戸内海はですねもう本当にメバルの宝庫でもあるんですが、その中にですねソイが偶然混じる程度でね希少価値の高い魚なんでございますね。平均は30センチから40センチ級でしょ。もちろん食べても美味しい魚なんですよね。そうだね。さて、この仕掛けなんですけどもね、先ほどのアジ釣りと同じ仕掛けでございましてね、萌え火を餌にして釣ったわけでございますよ。永井さんね、ソイもほら結構釣れてるよね。カタもいいですね。僕の方のね、関東から北の方、あれはソイをねみんな狙ってるんですよ。でもこんないい方最近少なくなりました。なるほどね。ということはもう幻っていういいぐらいかもしれないね。その根魚でしょ。だからね食べて美味しいんですよね。なるほどね。そうか。それも引き味もいいですね。そう、引きがねコンコンカンカンカンとね。いきますもんね。そうなのよね。これからね船釣りのシーズンどんどんね入っていきますけどね、やっぱりこれ対象魚が船釣りの場合はいろんな魚釣れて楽しいですよね。そうですね。僕なんかもね関東からこっちへ来て見てもすごく魚が濃いしね、いろんな魚が釣れますよね。マダイもこれからいいでしょうし、のっこみマダイね、それからアジもこれから春アジって言ってね、身が締まったアジが釣れるから楽しみだと思いますよ。そうですよね。やっぱりね僕ね最初船釣りってさ、俺あんまり船強くないからあんまり得意じゃなかったんだけど、最近ね少し慣れてきて
やっぱり慣れれば結構楽しいもんですね。そうですね、だんだんねこう魚も首が渋くなると繊細な釣りも覚えておかなきゃいけないし、そういう楽しみもあると思うんですね、だから餌一つ刺すにもまっすぐ刺すとか、いろんな方法を考えながらこう、やるとねもっと楽しみが、できると思いますよ。そうですよね、今ほらみんな使ってるムーチングっていう竿があるじゃないですか、あれも随分柔らかくて同調子で、そういうのにはやっぱり向いてる竿なんですか？そうですね、だからもう魚をねかける竿、もうベテランでも竿を選ぶ時代、もう腕がどうのこうのというんじゃなくて、もう竿で食わしてもらう、そんなようなあれに入ってきてますね、だんだん。なるほどね、そうか。やっぱり道具がいいとやっぱり魚もよく食ってくるっていうのはやっぱ本当なんだね。そうですね、道糸だってそうでしょ、一つ言っても遅く早く落としたい、イカなんか早く落としたいですよね、そうすると細い方が落ちますよね、だからだんだん新素材も、強くなってるし、もうハリスも強くなってますからね。なるほどね、今日使ったねタックルもなかなかバランスよくっていいですよね。そうですね、もう魚の当たりも分かるし、ある程度しなってから魚がこう浮かしてくれる、魚を浮かしてくれるっていう感じがするでしょ。なるほどね、わかるわかる。それで魚の引きが分かる、でも魚柔らかいだけで魚の引きが分からない、重いだけだとつまんないですよね。そうですよね、ある程度少し突っ張った感じで柔らかくて魚も引きが分かるというのが一番理想だと思います。なるほどね、それに今日は適したと思いますよ。そうですよね、だからやっぱり一日するわけだから持ち溺れのしないね、そういうタックルも必要でしょうしね。そうですね、こう今日ちょっと誘いますよね、アジなんかにしても、それからソイなんかにしても、ちょっと誘いをかけますよね、それ片手でこうできますからね、一日これやってるとやっぱり痛くなっちゃうでしょう、重いやつだと。だからああいうバランスのいいもので誘いをかける、それがいいんじゃないですかね。また楽しみですよね、かかってる時の面白さね。そうね、もう本当にもうコンコンコンっていうの当たりがここにねきっちりこう伝わってくるっていうのはね、やっぱり作っても楽しいですよね。そうですね、まあとにかくね、もう船釣りは楽しくとそうですねいうのをね、皆さんもね、本当にもう僕らもね釣れないとやっぱり面白くないんだけど、でもやっぱり船釣りって結構釣れるじゃないですか、みんなね。そうです、だから僕はファミリーで、お子さんと家族で楽しんでもらいたいと思います。そうですよね、もう手軽なね釣りはいっぱいありますから。そうですよね、近くで陸が見えて手軽な釣りがいっぱいありますからね、そういうもので遊んでほしいと思います。なるほどね、わかりました。皆さんもねご家族で、そして恋人同士で、お友達同士でね、ご近所同士で、もうぜひね、こういうよく釣れる時に楽しい船釣りを楽しんでください。そうですよね、楽しまなくちゃね。そんなわけで今回はですね、石田船長の釣り友達でもあり、釣りに行こうフィッシングクラブの会員でもある中川さんにも参加していただきました。そうだね、磯釣りメインの方なんですが、ぜひ大ちゃん、ゆきちゃん、永井さんに釣りたての魚を刺身にして食べさせてあげたいということでね、アジの刺身作ってもらいましたよ。美味しそうじゃないですか。じゃあ永井さんに一段美味しそう。はい、しこしこ。本当に脂が乗ってる。本当に、じゃあ私も食べてみる。じゃあいただきます。ね、しこしこ。弾力性がある身ですね。ね、美味しいですね。これは釣りに来なければ味わえない。ね。美味しい美味しい。でもさ、大ちゃん、そういえばお刺身あんまり食べなかったよね。なんか元気ないし。実はね、ロケ中にとんでもないアクシデントが起きたんですよ。何が起きたかって、そりゃあ船の上で釣りしてる時に大ちゃんが起こす事故って言えばあれしかないでしょ。あれ何言ってんだ、内緒にしとけって言ったの。黙っとけ。そうね、その時のことは年末の総集編でご覧いただきましょうかね。それよりも見てくださいよ、大ちゃんの竿のシナリオね。アクシデントにもめげず、大ちゃんは大きいソイを釣るんです。なんか大ちゃんまた大きいんじゃないの？大きいじゃない。ねえ、ちょっとソイ。ちょっとあ、ソイ。なんか一人で絶好調だもんな。たま。すごいじゃん。すごいじゃん。ソイで持たなきゃ。本当に。やりました。まあですね、今回ね。
あ、そいそい。あ、調子がいいんだから。ねこれは引きがいいよ。え、本当？さっきよりはね。慎重に慎重に慎重に。お、やったぞ。首振ってます。首を振っております。よし、重いぞ。重いぞ重いぞ。そうそう、長さ遅いよ。間違いない。そいだ。いいなあ。なんか私だけ来なくなっちゃったよ。取りましょう。ありがとうございます。さてこの瀬戸内海のねソイ釣りなんですけども、はい、本当にこれ難しいんですよね、実はねこのメバルっているじゃないですか、はい、メバルは巻きをするとどんどん棚上がってきて、本当中層でもバクバク食うでしょ、はいはい、でもこのソイっていうのはなかなかそこまで浮いてこないんですよね。だからね海底の岩場にある穴ぼこに潜んでて、そこでこう目の前に来る餌をですね待ってるわけですよ。それでパクッとこう食うんですね。だからね本当にその仕掛けをですねその穴ぼこにじっくりこう送り込んでやって、ソイを釣り上げるという、これがですね非常にこのソイ釣りのポイントらしいですね。まあしかしそれにしてもですねこの石田船長釣り名人ですごいですよね。まあ本当にこれ今いいソイがこれ食ってますけどもね、はい、まあ釣り上げるテクニックもさることながらね、まあ自分でほら普段釣ってるからポイントも熟知してるんですよね。なるほどね。私たちをズーボなしの釣りに連れてってくれるし、まあ、今日はさらにですね最高のタックルで最高の釣り方を名人永井さんに教えてもらって、ほんとなんて私たちって幸せもんなんでしょう。そうだな、ソイの船釣りおっちゃろこソイソイとはまさに今回のことを言うんでしょうかね皆さん。はい、ご覧いただいてますか。本日の釣果なんですがすごいでしょ。すごいですね。今回はねやっぱり数よりも型を釣ろうということで大きいのをゲットしたわけでございますね。ちょっと皆さん見てください、見てください、見てください。私の今日一番の大物です。ボラです。アジ。ボラかと思っちゃった俺。すごいでしょ。いい方だよね。そう改めて見たらね、やっぱり大きいわ。ねえ、本当だよ。これ。いやー、金川由紀の顔の長さと同じぐらいあるな。これはお前藤田誠さんだよ。はい、おいで。まあしかしね、このソイもね、なんか結構いい方来たでしょ。のっこみですかね、これ。どうなんですかね。わかりませんが、これ見てくださいこれ。いい方ですね。あんこうじゃございませんよ。ソイですから。ねえ。はい。これいい方ですよね。これ大ちゃん釣ったの？いやこれはね違うのよ。船長の石田さんが釣ったの。自分が釣ったもののように説明してるから、大ちゃんが釣った。それは悪かったね。俺こんなでっかいの釣らないけど、でもカツが釣ったんだぞ俺は。これ。バラさないでよこれ。お願いだからね。というわけで今日はですね、石田さんそれから中川さんにもね参加してもらいましてですね。そうです。まずの釣果でしたね。はい。もう。今日はね、中川さん美味しいものたくさん作ってもらったりとかもしましたし、お刺身とお味噌汁ありがとうございました。ごちそうさまでした。なかなかの腕でしたよ。ありがとうございました。なんか本来はね、男女群島なんか行かれてね、上物市らしいですからね、中川さんもね。というわけでございましてね、今日はね、ためにね、いろいろとご迷惑をかけました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでございましてですね、中井さん、大満足の負けですかね。もう満足。はい。というわけで、大ちゃんの釣りに行こう一座、大満足の負けでした。それではさようなら、バイバイ。お二人とも手が触れませんからそれでは番組プレゼントです。土曜日からは今回使った船竿インターヘリカルアドベンチャー開花 H300 を1名様に、豪船からはなる専用道糸メーターテクニ3号を5名様に差し上げます。宛先はご覧のところまで。ご意見ご感想と放送日、電話番号は絶対書いてね。当選者には直接大ちゃんがお電話でお知らせします。釣りに行こう、梅雨が明けたら迎えに行くね。釣りに行こう、釣りに行こう。さて次回大ちゃんの釣りに行こうは春なるアラブラックバスデーってことで、バスファンの皆さんお待たせしました。新しいベイトリールを引き下げて今年はトップバサーを目指します。ニュー育種王で誕生、トップバサーへの挑戦。どうぞお楽しみに。この番組は暮らし心地を考える両備の提供でお送りしました。